はい、こんにちは。3回目のフラインギース、今回は立体のフラインギースを紹介したいと思います。こちらにサイズを書いてます。実寸 5×5、6.5×6.5 縫い代込みですね。こちらを2枚用意します。で、今回はグリーンでいきます。グリーンの布 5×10、 こちら 6.5 縫い代込み 6.5×11.5、 こちらを1枚用意します。それでですね、今回これを外表に半分に折ってこちらアイロンします。で、アイロンした生地をこちらにこのままですね、折り山を上にし、でこちらを中表に合わせてここを7ミリで縫います。ここですね。ここを縫うとこういう状況ですね。こういう状況でこちらを縫います。それでは縫っていきます。はい、それでは縫っていきたいと思います。今回は3組用意しました。こちらですね。こちらが上が輪になってます。わかるかな。で、ここの部分を7ミリで縫っていきます。ちょっとずれないようにこちら待ち針で留めてます。で、こちらも特に返し縫いの必要はないので送り目2で縫います。今回はマグネット定規使ってますけれど、マスキングテープでも構いません。で、2枚目も続けて縫います。で、3枚目。はい、縫えました。こちらを今からアイロンかけます。はい、それではこちら糸を切って待ち針を取ってアイロンしていきます。こちら開くとこのような状況になるので、まずどちら側にも倒しやすいように一度両側アイロンします。そしてこの緑の布を開きます。こう合わせてくださいね。こちらを見えるかな。こちらをアイロンします。で、裏側の縫い代ですが、今回は縫い代は開いた方がいいと思います。開いた方のが綺麗にいくと思います。こちらを倒してこの部分は押さえてください。で、もう一度ここ中心をきっちり合わせて開きます。こちらね、ここの角もきれいに出るようにアイロンをします。そうするとここがこのように浮くんですね。
これを重ねることによってここがちょっと立体になるフライングギースです。では他のもアイロンします。はい、3枚アイロンできました。今からこれをつなげたいと思います。はい、それでは縫っていきましょう。こちらね、この部分を合わせて、待ち針でもいいんですが、クリップで留めます。で、こちらを合わせて縫います。7ミリで縫えば一番上のところを縫い込むことはないので、はい、こんな感じになります。で、次も重ねて縫いましょう。はい、これで縫えたんですけれど、この一番下の部分はピラピラでこう上がってしまうので、気になるようでしたらここを、3ミリぐらいで端ミシンかけておくといいですね。3、4ミリぐらい。はい、縫えました。はい、それではアイロンします。ここですね、最初に折ってるので折り目が気になる方は、スチームアイロンとかかけていただいて折り目をなくしていただくといいですね。霧吹きとかしていただいて、はい、裏側はこんな感じになります。はい、3回目のフライングギースはこちらのように立体で浮いた感じになるフライングギースの紹介でした。それでは次回もお楽しみに。ではまた。